これでグーデバーンになります。これでテガジューンホワイトバーンになります。かっこよすぎんかこれ。いけますね。はい。かっこいいポーズ決めてあげるとね、いいんじゃないかなと。こんにちは。風邪ひきました。スタルケルです。今回レビューするのはこちらです。デラックスグーデバーンとデラックスベアックマゴーとデラックスセンタイリングケースとアクションヒーロー50ポーラー、50レオン、50ティラノと50ポーラーのソフビです。それでは見ていきましょう。ということで、今日もね、50ジャー関連の商品が大量に発売されましたので、この大量の商品をこの動画1本でね、全部紹介しちゃいたいと思います。他の人やらないでしょ。一気に紹介って大変だからね。まあでも皆さん忙しいと思いますのでね、そんな何本もね、動画ね、待ってらんないと思いますので、もう1本でやっちゃいます。はい。ってことで、もうやっぱ一番のメインはグーデバーンだよね。はい、ちょっと開けちゃいましょう、早速。ね、皆さんもね、エアコンのね、つけすぎにはちょっと注意してください。乾燥しちゃいますんで。あと冷えすぎるとね、自律神経が乱れたりするんでね。はい、気をつけましょう。うわ、結構大きいな、これは。さて、うわー、かっこいいね。はい、そして、これだね。ベアックマゴー。これのね、セットもあるんですけれども、ちょっと今回、単品版にしました。内容物は一緒です。はい。ベアックマゴーは、どうでしょう。はい。あ、これも結構大きいね。はい。そして、念願のセンタイリングケースです。あ、来た。プチプチだね。嬉しいね。メルカリで買ったみたいな。ね。嬉しさあるよね、これ。はい。転売じゃないですよ、これ。転売商品じゃないですからね。はい。うわー。いいね。ちょうどいい大きさかも。はい。ということで、中身取り出していきましょう。ということで、中身を取り出すとこのような感じになっております。それではまずはこちらのグーデバーンからね、見ていきましょう。グーデバーンの見た目はこんな感じになっております。結構大きいですね。はい。テガソードと並べるとこんな感じの大きさになってます。はい。長さ的にはテガソードの方が長いんですけど、なんかここの拳の部分でなんかもうめちゃくちゃ大きく見えますね。はい。って感じで、ここ絶縁シートを抜くと音声が鳴るのでやっていきましょう。はい。ケンさんの声がね、聞けるという素晴らしいね。じゃあこれを押すと喋ります。いいね。そしてこちら、はい、50ポーラーのセンタイリングもついてきます。でこれね、ここにセットすると、変身音が鳴ります。で鳴ったらここ押して変身ですね。いきます。はい、これで、50ポーラーに変身できますと。はい。こんな感じでね、はい、なると。変身めっちゃかっこいいよね。なんか、格闘技みたいに最初こう、シュンシュンシュンってこう、軽くジャンプしてから、いきなりアッパー、ブフってこう、ぶちかます。あれめっちゃかっこいいです。はい。このアクションヒーローとね、ソフビも、ね、皆さんよかったら、チェックしてみてください。このソフビのグーデバンちょっと細いね。さすがに。はい。
で、しっかりでも結構塗られてますね、ソフビも。はい。アクションヒーローの方が、もちろんリアルですけど、はい。こんな感じです。それでは皆さん、お待ちかねのね、ロボットへの変形をやる前に、ちょっとこっちも行きますか。はい。ベアクマ GO 行きましょう。これもここですね。はい。絶縁シート抜くと音声が鳴ります。はい。これもケンさんです。同じ声です。グーデバンと。で、ここを引くと、音声が鳴るんですけど、普通にここ頭をもう直接こうやって、上げても音声になります。どっちでもいけます。じゃあ行きましょう。って感じで音声になります。で、これ普通にこうやって持ってね、はい、こう武器として使うこともできますし、こうやってコロコロさせて遊ぶこともできると。で、ここもね、よく見ると、はい、ほら、こうやって光ってます。で、今、長押しで今必殺技やりました。で、必殺技鳴った後に離すと、はい、こう閉じる音が鳴ります。ということで、じゃあこちらのね、グーデバーンをロボットに、変形させていきましょう。はい。で、これ結構ね、音ちょっと鳴るので、一旦ちょっと絶縁シート挟んでおきますけど、これオンオフのスイッチ欲しかったね。一回一回ね、絶縁シートが必要になるっていう。まあオンオフしない人ならいいと思うんですけど。で、一番最初忘れがちなのがここのボタンを押すってことね。このボタンを押すと、どうなるかっていうと、はい、こう外れます。これ押さないと逆に外れないので、はい、これちょっと忘れずにやりましょう。で、あとここね、はい、ここのボタンを押して、これを上に畳むと。この下に下ろすときはいいんだけど、この上に上げるときはここ押さないといかないんでね。はい。ここ押しましょう。で、胸を、はい、こうやって取り出すと。ここでちゃんとカチって言うんでね。はい。カチってやってください。で、上半身ですね。上半身は、ここ、まあこのリングね、こうつけたままでもいいんですけど、はい。これが前になるように、この腕をね、下に下ろしてあげます。はい。で、あとは、これそのまま合体させてあげて、はい。こうやってくっつけて、で、ちょっと音声聞いていきましょう。これでグーデバーンになります。はい。最後にここのね、戦隊リングのこれをね、開くっていうのが面白いよね。この閉じてる状態だと、こちら50ポーラーの顔なんだけど、これを開くと、このロボットのね、グーデバーンの顔が出てくるっていう。面白いですね、これは。で、なんと、この状態で、こちらのベアックマゴーと合体できるのでやっていきましょう。で、これ開いてあげて、これをここまで一旦やっておくと。で、これを持ち上げると、ここのスイッチが離れて音声になります。ここね。はい、ここを離すと音声になる。で、ここに入れて、で、こうですね。で、腕を前に持ってきてあげて、で、かぶせると。はい。反対側も、これを、こうやってね、かぶせてあげると。はい。これで固定できます。で、この、さっき音声になってた状態で、この頭を押すと、合体音声になります。いきます。はい、これでグーデバーンベアックマゴーになります。はい。
なんかこうめっちゃソリに乗ってるサンタさんみたいな風に見えますね。でこの時にちゃんとこの持ち手がこう曲がってないといけないです。こうやってね、伸ばしてる状態だとちょっと斜めになっちゃうので、ここしっかり押してね、はい、こう曲げてあげてください。でこれ後ろから見るとね、もうほぼほぼこの足のここしかこう乗ってないっていう、もうすごい状態なんだよね。はい。なんですけど、前から見るとしっかりね、はい、こう乗ってるように見えるっていう、こう、錯覚みたいなね、面白さがありますね。でこの状態でも、ある程度こうやってコロコロさせることはできますね。こっちにコロはないんですけど、ちょっとこう丸くはなってるので、一応滑りやすくはなってるっていう感じですね。はい。じゃあ一旦ちょっと取り外しますけど、はい。で、この、はい、グーデバーンの状態にして、こちら、はい、テガソードと並べるとこんな感じになっております。はい。大きさとしてはね、同じくらいですね。でこちら、はい、テガ順と並べるとこんな感じになっております。はい、っていうこのね、父と母が、こうね、日曜の朝からこうやってダンスしたりして、でキスをして生まれた子供がね、このグーデバーンなので、いやでも確かにこのテガジューンのこの白さとテガソードのこの金が入ってるっていうだからなんか受け継いでるのかなっていうのありますよね。うん。あとこの水色か、この羽の水色とかも入ってるし、はい、って感じで、そしてさらになんとこちらグーデバーンとこのテガソードで合体できるのでやっていきましょう。これも合体するときに結構音鳴りまくっちゃって説明できなくなっちゃうので、一旦絶縁シートやって最後に音鳴らします。じゃあ行きましょう。まずはテガソードからいきましょうか。はい、この腕を外して、あとこのソードね、はい、この収納した状態にして、この羽の後ろにねこうやって取り付けておきます。はい。で、はい、この胴体と足を外します。で、ここのウルフは畳んで外すと。はい。これが、テガソードの準備状態になります。じゃあ次、こちら。はい、グーデバーンね。はい。グーデバーン。こうやって、顔外してあげて、で、ちなみに、一応音声やってみますか。はい。このグーデバーンのリング、戦隊リングつけても音声はね、なりません。途中で止まります。はい。って感じで、これつけますと。はい。で、次こっちですね。こっちやっていきましょう。一旦この後ろのこの部分、このパーツを外します。外したらそのまま横につけます。はい、反対側もこのパーツ外してそのまま、はい、横にくっつけると、この状態で、一旦これ外しましょう。はい、一旦外してあげて、で次これね、はい、これも外します。でこれ外したら、このテガソードの足のこの部分ですねにこうやって取り付けます。白がねこう見えるように、はい、こうやって取り付けてください。でそしたらこれを、はい、外して畳む。で畳んであげたら、ここの膝のパーツも、はい、取り出してあげると、そうするとこの赤いね、こうキラッとしたこのメタリック塗装が出てきます。はい。でそしたらこの上に、さっきのテガソードの体を、はい、くっつけてあげると、こんな感じになります。はい。で次、はい、これの腕を外します。はい、外して、ここにつ
けると。つけたら、音声が鳴り始めます。はい。ので、ちょっと一旦、いろいろパーツ外しとくか。はい。この足の裏に、この頭になるパーツが入ってます。50ジャーのこの、手の模様ですね。はい。これが出てきて、で、まあね、最後に、このウルフの顔をここにはめて、完了になるので、ちょっと音声鳴るので、そこら辺はね、映像を見てちょっと皆さん楽しんでください。いきます。で、このジョイントは後ろの方のテガソードの方のジョイントにくっつけます。はい。反対側も。で、もうこの時点で顔やっといた方がいいですね。はい。これを取り出して、この上にこのパーツをくっつける。で、この上のこのジョイントにこのルーレバーンの青いパーツをくっつけてあげて、最後に、この、やばい、音声止まっちゃった。はい。ウルフの顔をくっつけてあげれば、これでテガソードホワイトバーンになります。おいおいおい。すごい合体だね。これってかさっきこのグローブをさ、こうやって上に持ち上げるの忘れてました。はい。このグローブつけてて、これをさ、脱ぐっていう、これがね、変形に組み込まれてるの面白いよね。はい。いや、で、そのグーデバーンの時はなかった赤色がさ、こうやって出てきたりとか、ここもさ、こう背中にあったのがこうやって出てきて、でこう赤がこう4点にあることによって胸にこの赤いウルフが来ても違和感がないっていう、これ素晴らしいね。胸にウルフ来てるのもなんか熱いよね。はい。でテガソードのこの水色の羽、これもグーデバーンね、水色のクリアカラーだから違和感ないし、でここの金色もうグーデバーンね、各部金色あるからもう全然ね、こう違和感なくしっかり合体してると。この顔もまた見えるかな、顔面白くて、このグーがさ横にこう顔の横にこうくっついてんだよね。これがまた面白い。はい。で何よりこのグーデバーンって2号ロボじゃないですか。この2号ロボが主体となってるスーパー合体ってのがまた面白いんですよね。テガソードが主体じゃないんだよね。だからテガソードが強化合体したロボットみたいな扱いになってるっていうここがまた面白いんだよな。はい。まあ関係性で言うと息子だからね、グーデバーンだから息子がお父さんをこう背負ってるみたいな、もうこう世代交代的な意味合いもあるのかもしれません。うん。だからなんかこの合体した時の声もさ、ケンさんの声もなんかすごい成長したさ、勇ましい声だったから、もしかしたらそういうねグーデバーンの成長をね感じられる合体なのかもしれませんね。これはこの父さん俺が背負うよとかってね言うのかもしれません。わかんないけど、はい。っていう合体ができますと。ならこっちもいけるんじゃないって皆さん思ったでしょう。はい、やっていきましょう。で、ちょっと一旦これ外してあげて、でまた音声鳴っちゃうので、はい、一旦これ外して、で、はい、でまた外したら音声鳴っちゃうので、絶縁シートねかませときましょう。はい。で、顔外して、これ外してあげて、でこれですね。はい、このパーツを外してあげて、で、こちらの、手が順いきましょう。母ですから、はい、こうやって取り付けてあげて、でこれも外して、はい、でここも外してあげて、でここに、はい、足にこの水色パーツをくっつけてあげると。はい、なんか合いそうだなこれ。はい。でここに干渉するこ
この後ろの羽がちょっと開いとくか。はい。で、こうやってくっつけると、あれ型。あ、いけるね。はい。で、ちょっと閉じとくか。はい。で、ここにこれを合体させるということか。ちょっと待って。ここに一旦これ、音声聞いてみますか。この、グーデバーンの顔を。あ、じゃあどれをつけてもテガジューンってなるのかな。いや、どうなんだろう。テガジューンと一緒なのかな、配列が。あ、一緒か。あ、一緒なんだ。だからならないのか。なるほど。はい。じゃあ、これ、またね、音声になっちゃいますけど、行きましょう。あれ？あ、いいのか。はい。で、これをくっつけてあげて、で、上にこれくっつけて、で、最後に、胸に、こちら。あれ、ちょっと音声が違ったな。これ見たら、こちらテガソードって、ここにね、この透明な出っ張りがあるんですよ。で、こっちのテガジューンは、ここに出っ張りがないんですよ。だから、ここに合体させた時に、ここがトリガーになってて、合体音声が鳴るんですけど、このテガジューンには、このトリガーを押す造形がないから、普通のグーデバーンの音が鳴ったって感じですね。細かいね。すごいわ。で、これよくよく見たらここになんか、ちょっとわかんないけど、バツみたいな模様がありますね。まあ、ここにリングをはめてねっていう目印なのか、この母から受け継いだものなのかはわかりませんが。はい。まあ、ということで、はい。これで、テガジューンホワイトバーンになります。かっこよすぎんか、これ。これかっこよすぎるよね。ちょっと。さすがに白統一が合いすぎるな。で、ちゃんとこのさ、テガジューンのこの赤いラインとかの差し色のさ、こういう赤とかがうまいことこのグーデバーンのこの出てきたこのちょっとした赤とマッチしてるっていう。これ、劇中で見たいね。うん。まあ、音声にならなかったから、そもそも、ホワイトバーンの。だから、まあ、もしかしたら、ないかもしれないけど、お母さんが、このグーデバーンを乗っ取って、我が息子よ、合体をしましょうとかって言えば、もしかしたら、あるかもしれない。もうそしたらまた世界滅びそうだけどね。はい。って感じですね。で、この、グーデバーンのジョイントもね、このテガソードとかテガジューンのジョイントと一緒だから、あれですね、ちょっといろいろできそうですね。それでは、こちらのグーデバーンと、このデラックスロボユニバースのね、腕が合体できるのかやっていきましょう。まあ多分できると思うんですけど、いきます。はい。あ、いけるけどだ、これは。ちょっと肩の位置が高すぎる。なんかジャミラみたいになってる。ああ、伝わんないか、ジャミラ。はい。ちょっと肩の位置が高いね。なるほど。これ他のさ、レオンバスターゴードとかいろいろ合体できるか試そうとかも思ったんですけど、まあ、時間ないから、まあ、やらないんですけど、ちょっとやったとしてもちょっとこれ合わなさそうだね、これ。はい。こんな感じです。それでは次はこちら、戦隊リングケース見ていきましょう。はい。こんな感じの見た目になっていて、ここを開けると、はい。シールと、戦隊リングがね、入ってます。ちょっとこれ開けていきましょう。ということで、戦隊リング見ていきましょう。こんな感じで50ポーラーと50ウルフが映ってて、
で、これ今、デフォルト、最初の状態なんですけど、この状態でもういきなり、テガソードホワイトバーンの状態になってますね。で、これを回転させると、はい、グーデバーンと、こちらのテガソードレッドが出てくるっていう。これ、このデフォルトでグーデバーンとテガソードレッドで回転したらホワイトバーンの方がなんかしっくりきそうですけれども。まあいいでしょう。そして、あとこのシールですね。このシールを貼る必要があるんですけど、好きなシール貼っていけばいいんですけど、一応ちょっと50ウルフでいきましょう。ここにへこみがあるので、このへこみに合わせてこうやって貼ればうまく貼れるんじゃないでしょうか。はい。こうやって貼ってあげると。で、これを開いて、アウェイキング。はい。で、ここに、いろいろ、指輪をはめていくということですね。はい。こうやって、指輪を、これ、ちゃんと、なんか、ちゃんとはまってますね。はい。こうやって、カチッとね、はい、はまることができます。はい。こうやっても落ちないね。はい。で、こっちにはこう6個。で、こっちには、なんかたくさんガシャーっとね、はい、入れられるらしいので、ちょっと入れてみましょう。怖いな。ちょっと、はい。塗装ハゲとかが怖い。はい。ちょっとこうやって入れてあげると。こうやってね。はい。全然入らないかも。今持ってるやつ。全然50戦隊もないけど。あれか。入らないか。でもさすがにそっか。みんな1個ずつ持ってるもんね、これ。このケース。だから、これを5個買えば、50戦隊分あっても入るよってことか。もしかして。はい。ってことで、ちょっと一旦、減らしましょう。減らしてあげて、このぐらいならいいかな。はい。入ります。こうやって。なので、お片付けとかね。はい。いいんじゃないでしょうか。頑張ればこことかもさ、こうやっていけるよね。こうやって。いけますね。はい。なので、はい。皆さんも、この戦隊リングお片付けに困ってたらね、はい。これ買ってみてはいかがでしょうか。それでは最後アクションヒーローを見ていきましょう。今回発売されたのがこちら50ポーラー、50レオン、50ティラノですね。で、この50レオンと50ティラノ見ていただくとわかるかもしれないんですけど、体格が違うんだよね。多分個体差ではないと思うんですけど、ほら、この50レオンの方が首長いじゃないですか。で、この胴体もこっちの50ティラノの方がなんか長いんだよね。僕が見つけられた部分だよね。これが個体差でなければ、しっかり。確かスーツアクターさんのバランスとかも意識して作ってるみたいなこと書いてた気がするんで、違うのかなと思います。なんか若干、50ウルフの首長すぎる気がするけど、なんか長いよね。めっちゃ。はい。一旦外すけど。なんかね、長くて、バランスがあんまり、なんかこう、ポーズ取らせた時にさ、なんか、浮くんだよね、なんか。だからもうちょっと、短くてもいいかも。首のところ。なんかちょっと、変なんだよね。はい。こっちの方かっこいいよね。このちょっと首のとこ短めの方が。ね。はい。こう、めっちゃ普通に立たせてるだけでかっこいいんですけど、50レオンがね、個体差なのかなこれ。なんなんでしょうか。はい。これ以上押し込んでも入らないんで、なんか、おかしいね。はい。って感じですと。はい。で、こちら50ポーラー。いや、まさかの、50イーグル、50ユニコーン差し置いて、もう先に出てくるという、はい、この追加戦士ですけれども。いや、金ちゃんとスミノさんも出してほしいですよね。こうなると。はい。で、こうやっていろいろね、もちろんポーズを取らせることも
できると。はい。なので、こう、ちょっとね、はい、遊んで、かっこいいポーズ決めてあげるとね、いいんじゃないかなと思います。ということで、今回のグーデバーンベアックマ号戦隊リングケースアクションヒーローのレビューいかがだったでしょうか。いや、まずグーデバーンなんですけれども、いいね。やっぱ変身音がめっちゃかっこいいし、で、何よりテガソードと合体できるっていうのが最高すぎますと。で、テガジューンも持ってれば、さらにテガジューンとも合体できますし、このベアックマ号とね、まあちょっとした合体ですけど、もできるし、まあケンさんの声が鳴るっていうのもいいよね。はい。で、戦隊リングケースね。はい。戦隊リングたくさん持ってる人は、ぜひね、はい。こう、買ってお片付けしてください。で、あとこのアクションヒーローね。アクションヒーローは、まあ、ここまで来たらやっぱイーグルとユニコーンも出してほしいのと、まあ、あとあれか、レッドたちが出るのか。あ、でも個人的にはなんか、敵とか、でもあれか、ガリュードとかも出てもいいなとは思いますけれども、どうなんでしょうってところで皆さんもよかったらコメントしてみてください。これ買ったよとかね。なんか、買いたいよでもいいし、ね、ストーリー、グーデバンの変更されたオープニングかっこよかったよとか、ね、熊手さん好きだよとか何でもいいのでコメントしてみてください。ということで、今回の動画以上になります。いいなと思った方はぜひチャンネル登録、高評価、X、TikTok、Instagram のフォロー、チャンネルメンバーシップも始めております。限定スタンプが使えたら限定動画見れます。あとグッズも発売されてますので、よかったらチェックしてみてください。以上、スタルケルでした。